皆さんこんにちは、佐藤です。ここは JR 西日本の天王寺駅、大阪環状線の一番南側にある駅です。この駅の向かい側には近鉄の大阪阿部野橋駅、そして地上300メートルの阿部野ハルカスがあります。今回はもうじき地下化されてしまう区間を走る列車に乗ってみたいと思います。乗車する列車は関空特急はるか、関西空港から京都まで結んでいる特急ですが、今日は天王寺から乗車します。到着したはるかに乗車。至る所にキティちゃんがいます。天王寺駅を発車しました。201系の電車がすれ違った後、登っていく線路は大阪環状線の外回りの線路。天王寺駅でははるかが今走っている大和路線と大阪環状線の線路は少しずれた場所にありましたが、次の新今宮駅で同じ方向へ行く線路同士並んでホームで隣り合った大和路線と環状線の乗り換えができます。ドン・キホーテが過ぎて2022年にオープンした星野リゾートホモセブンが見えてきたら新今宮駅。新今宮駅を通過するとはるかはこれまで走ってきた大和路線を離れて大阪環状線の線路を走ります。今渡り線のポイントを左に抜けて環状線に入りました。一番右の環状線内回りが高架を上っていきます。今宮駅あたりで内回り線路は大和路線の線路をまたいで、大和路線は右の方 JR 難波方面へ分かれていきます。芦原橋駅を通過して間もなく下に見えるのが南海電鉄の通称塩見橋線。大都会のローカル線ですが伏線なのですね。大正駅を過ぎると見えてくる京セラドーム大阪。ガスタンクがドームの付属物に見えてくるのは私だけ。次の弁天町駅までの間に線路の間隔が開いてくる謎の場所。かつてここには境川信号場というのがあり、天保山方面へ貨物船が分岐していたそうです。弁天町駅を通過中。この駅には京都鉄道博物館の前身の交通科学博物館がありましたね。跡地は駐車場とテニスコートになっている模様。西九条駅の手前で線路の間隔が開いて、間に桜島線が入ってきます。環状線の列車はここのポイントを右に進んで西九条駅に停車しますが、はるかは左へ進み貨物船に入ります。貨物船に入ったはるか、今までは環状線の前を走る普通電車がいたのでゆっくりなスピードでしたが、貨物船は前を走る列車がいないので勢いを取り戻したかのように加速します。福島駅の手前で貨物船は高架を降りて行きます。高架下の踏切、ここは確か地下化されない踏切ですね。この辺りから地下へ潜るようですが、カメラを上に向けていたのではっきりとは分かりませんでした。でもこの部分が地下トンネル入り口っぽいです。この区間が地下になることで
この大阪駅北側の踏切が解消されるんですね。さて、この付近が元梅田貨物駅の跡地。大半は再開発が始まってわからなくなっていますが、昔は梅田の一等地に広大な貨物駅があったのですね。この地下の大阪駅の開業は2023年3月18日からですが、2月13日から先行して地下化されるとのこと。本当にもう一月で見られなくなる車窓風景です。まもなく新大阪です。新大阪を出ますと次は終点京都です。この真上は阪急電車の山福線が走っています。線はお乗り換えです。この辺りどこから地下から出るのか探しましたが分かりません。こちら側からではなく反対側に地下への入り口がありました。別の日に新大阪発の黒潮に乗った時の模様。新御堂筋と交差してから線路は北側に分かれ、しばらくすると線路は地下に潜っていきます。はるかの車窓に戻ります。ここで梅田貨物線は東海道本線と合流。福々線と梅田貨物線の複線で合計3複線で淀川を渡ります。新大阪の手前で上をまたぐ線路は網走総合車両所宮原支所へ向かう線路です。新大阪を出ますと次は終点の京都に停まります。京都までのラストスパート。はるかも新快速に負けじと130キロ運転で飛ばしていきます。この日は2022年の8月の平日。はるかはガラガラの様相でした。向こう町の車両たちを見かけたら終点京都はもう近いです。まもなく終点京都です。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。